今日はインド独立運動の象徴的な存在、マハトマ・ガンディーの知られざる一面についてご紹介します。偉大なリーダー、精神的指導者として称えられた彼ですが、その人物像の裏側には現代でも議論を呼ぶ側面がいくつか存在します。ぜひ最後までご覧いただき、歴史の偉人に対する新たな見方を一緒に考えてみましょう。ガンディーは非暴力主義を掲げ、イギリスの植民地支配からの解放を求めて戦いました。彼が言った非暴力の抗議行動やサティアーブラハ運動は、インドのみならず世界中の人々に影響を与えました。彼が率いた塩の行進などの活動は、植民地の理不尽さを世界に訴え、独立への道を開くものでした。目には目をではなく、目には非暴力をと、ガンディーは人々の心を平和へ導きました。しかし、彼の高潔なイメージの裏側には、実際には複雑で議論の的となるような側面もあったのです。ガンディーが人種差別に関わる問題を抱えていたことはあまり知られていません。彼は若い頃、南アフリカでインド人の権利を守るための活動を行いましたが、黒人に対する差別的な発言をしていたことも記録に残っています。南アフリカ滞在中、彼はインド人が黒人と同じ扱いを受けるのは不当だといった主張をしていました。インド人の権利を守るために活動していた一方で、黒人アフリカ人に対しては別の目線で見ていた可能性が指摘されています。ガンディーは後に全人種の平等を唱えるようになりましたが、若い頃の考え方と活動が現代でも批判を浴びることがあります。ガンディーは禁欲を重視し、家族や身近な人々にもこれを求めていました。特に禁欲の実験を行っていたことが知られています。精神的な強さを証明するため、若い女性と一緒に寝るといった行動をとっていたと言われています。これはあくまで精神的な訓練だとされていましたが、現代の視点から見ると問題視される側面もあります。家庭内では伝統的な価値観を重視し、妻に対して厳格な態度をとっていました。女性の権利を一部擁護する一方で、家庭内であくまで保守的な立場を貫いていたことが、フェミニズムの観点から批判を受けることがあります。ガンディーは非暴力を徹底して貫いたため、場合によっては現実的ではないと批判されることがありました。第二次世界大戦中にナチス・ドイツの暴力に対しても非暴力を推奨したことで、被害者の視点から無責任であるという批判もあります。すべての問題に非暴力を当てはめようとしたことで、現実と理想の間に大きな乖離があったのです。また、インドの独立運動においても、すべての人が彼の非暴力主義に共感したわけではありませんでした。彼の方法が強調されすぎて、他の抵抗運動が抑えられたという指摘もあります。こうして見ると、ガンディーの人物像は非常に複雑で多面的であることがわかります。彼はインド独立のために戦った偉大な指導者でありながら、人種差別、女性に対する態度、非現実的な理想主義などの側面で批判を受けています。ガンディーはインドの独立を実現し、非暴力の象徴となった偉大なリーダーです。しかし、その陰には理想と現実の葛藤や家族や周囲との対立もありました。彼の人間的な一面を知ることで、私たちは歴史の偉人をただの英雄としてではなく、一人の人間としても理解することができるでしょう。この動画が面白かった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。